はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちらの JBL ツアープロプラスが10月1日に発売されまして、それから10日間ぐらい使い込みましたので、前作の JBL クラブプロプラスとちょっと比べてみて、どういう点が進化したかというのを再度まとめていきたいと思います。前回のファーストインプレッションレビューの時もこの2つを比較しながらファーストインプレッションレビューやったんですけども、10日間使ってみて気づいた点とかそういう部分もありますので、最初はツアープロ単体で細かくレビューしていこうかなと思ったんですけども、今回はそうじゃなくて2つ比べて良くなった点を5つぐらいに絞ってご紹介していきたいと思います。この動画ではまずこの2つのスペックの違いを比較しまして、それからツアープロプラスがクラブプロに比べて個人的にとても良くなったなっていう点を5つに絞ってご紹介していきます。それから前回のファーストインプレッションレビューの時はまだお伝えできなかったツアープロプラスの気になった点をご紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで見ていっていただけると嬉しいです。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画をメインにアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、それではまずスペックや価格を比較していきたいと思います。この2つは基本スペックだとあんまり違いがないんですけども、ノイキャンや外音取り込み、ワイヤレス充電にはどちらも対応しています。片耳でのイヤホンの使用も可能になっています。で、Bluetooth のバージョンがちょっとなんか変だなっていうのがありまして、前回もご紹介したんですが、ツアープロプラスが 5.0 なのに対してクラブプロプラスがバージョン 5.1 とツアープロプラスのがなぜかバージョンが低いということになっています。これはちょっと気になるんですけども、バージョン 5.0 以上だったらそんなにマイナス点でもないかなと思いますので、ここはできればバージョン 5.2 に上がっていたら嬉しかったんですけども、ここはそこまでマイナスポイントじゃないかなとは思っています。で、対応コーデックは SBC と AAC、 ドライバーサイズはどちらも 6.8mm ということでサイズとしては同じなんですけども、ツアープロプラスはセルロースナノファイバー素材の振動板を新採用した新しいドライバーが搭載されているということで、中身としては違うものになっています。で、充電時間は約2時間とこちらも同じですね。バッテリー持続時間もノイキャンオン時が6時間、ノイキャンオフ時が8時間となっています。重量なんですけども、ケースプラスイヤホンでツアープロプラスは 72.6g、 クラブプロプラスは 68g となっています。イヤホン両耳の重量はツアープロプラスが約 15.1g、 クラブプロプラスが約 13g となっています。少しツアープロプラスのが重くなっていますね。イヤホン防水規格はツアープロプラスが IPX5、 クラブプロプラスが IPX4 と、少し進化しているんですけども、 IPX4 と5の差だとあんまり実用的な部分だと違いはそんなにないのかなと思っています。これが IPX7 とかになってくると、水洗いできたりとか水没しても耐えられる防水規格になるのでかなり違うかなと思うんですけども、 IPX4 と5の違いは普段使っている分だとそんなに違いはないかなと思っています。充電ポートはどちらも USB-C、 保証期間はどちらも1年間です。で、価格なんですけども、2021年の10月の Amazon の価格ですと、ツアープロプラスは 23,000 円で1000円のチケットが Amazon だとついていて 22,000 円で購入できますね。クラブプロプラスは値下げが入りまして 17,620 円となっています。実売価格 4,000 円ちょっとの差があるということになります。ツアープロプラスにはちょっと追加された機能がありまして、サイレントナウとかマイアラームっていう機能がありまして、スマホとの接続を切ってノイキャンだけ使用できるという機能があったりとか、マイアラームといって一定時間経ったら自動でスマホとの接続を切ってノイキャンのみのモードに移るという機能が入っていまして、寝る前とかにそのアラームを設定しておくと一定時間経ったら自動で音楽が切れてノイキャンモードに入るので静かな中で眠れるとっていうような使い方だったりとか、どこかに旅行に行ってたまたま周りが騒がしい時なんかだとサイレントナウという機能を使ってノイキャンをオンにして眠るということもできるようになってます。それから声を発して Google アシスタントとか Alexa を立ち上げるという機能もあるようで、イヤホンをタッチ操作せずに自動で音声アシスタントを立ち上げることができるという新たな機能も追加されています。基本スペックだけを表で比較してみるとそんなに変わっている部分っていうのがないんですけども、実際に使ってみると変わっている部分がありますので、そのあたりをここからご紹介していきたいと思います。はい、ということで10日間ツアープロプラスを使ってみてクラブプロプラスと比較して良かったなと思う点を5つご紹介していきたいんですけども、ツアープロプラスを10日間使ってみて一番テンション上がるなっていう部分は外観ですね。いきなり機能じゃない部分でちょっと申し訳ないんですけども、外観がだいぶ変わったっていうのがとてもいいポイントです。クラブプロプラスは男性向けに作られているようで結構ゴツゴツした形になっていまして、他の YouTuber さんのレビュー動画のコメントを見るとクラブプロのデザインの方が好き
だったっていう方も多いんですけども、私個人的にはこのようにですね、結構シンプルで丸みを帯びたデザインで、この感じですね、スタイリッシュな感じがとてもかっこよくて好きなんですよね。少しサイズとしてはこう比較してみるとツアープロのがちょっと大きくなっちゃってるんですけども、デザインとしてはとてもかっこよくて、どっちにしろこれ結構分厚くてカバンの中に入れることになるので、どっちにしろカバンの中に入れなきゃいけないんだったらこちらの方が取り出した時にテンションが上がって結構気持ちがいいですね。デザインが機能的な部分に関係することってあんまりないんですけども、やっぱりこのデザイン性っていうのはとてもいいなと思っています。ケースだけじゃなくてイヤホン本体も形が変わりまして、イヤホン本体もクラブプロプラスは結構ゴツゴツしていて、やっぱ男性向けっぽい形をしていたんですけども、ツアープロプラスは綺麗な円形になっていまして、金属みたいな質感をしていまして、結構かっこいいんですよね。これがとてもいいポイントで、こちらのツアープロプラスであれば男性でも女性でも使えるデザインになってるんじゃないかなと思います。シンプルで可愛らしさもあるし、かっこよさもありますよね。とてもお気に入りです。正面から見るとクラブプロプラスも結構シュッとしている感じがするんですけども、裏返してみるとクラブプロプラスも結構大きいんですよね。裏から見るとツアープロプラスのが若干ちっちゃくなったかなという感じはしています。ということで、まず私がツアープロプラスを使ってみて良かった点の1つ目はこのデザイン性となります。ツアープロプラスの方が良かったなと思える2つ目は操作性ですね。ツアープロプラスの方がイヤホン本体で操作するときにとても快適になりました。クラブプロプラスもツアープロプラスもどちらも物理ボタン式じゃなくてタッチセンサーで操作することになるんですけども、クラブプロプラスは結構大きい筐体なのにタッチセンサーがこの JBL のロゴの部分ですね、このちっちゃい部分だけだったんですよね。で、横から見た時にここにノズルがあるので当然ここが耳に収まってるわけなんですけども、この直線上のここじゃなくてもうちょっと上にタッチセンサーがついていて、これが結構5タッチの元になるというか、タッチしたつもりがタッチできてないっていうのが結構大きくて、どうしてもなんかこの下の方を触っちゃったりして、これは結構やりづらかったんですけども、ツアープロプラスは丸い形になっていて全体がタッチセンサーになっているので結構押しミスがなくて簡単にタッチができるというので、かなりタッチ操作のしやすさっていう面だとやりやすくなりました。イヤホン本体で操作する方っていうのがどのくらいいるのかってちょっとわからないんですけども、個人的にはノイキャンと外音取り込みの切り替えとか再生一時停止とか次の曲前の曲なんかを結構使ったりするので操作がしやすいっていうのはかなりいいポイントかなと思っています。ということで良かった点の2つ目が操作性が大きく向上したという部分ですね。続きましてツアープロプラスを10日間使ってみて良くなった点の3つ目は通話品質ですね。通話品質は前回のファーストインプレッションレビューの時はちょっとご紹介できなかったんですけども、改めて聞いてみるととても良くなったので Zoom で録音した音声がありますのでこちらをお聞きください。まずはツアープロプラスの方から聞いていただきます。はい、こんにちは。こちらは JBL ツアープロプラス TWS とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、続きまして、クラブプロプラスの通話音声です。こちらは JBL クラブプロプラストゥルーワイヤレスで音声を収録しております。Zoom でつないで音声を収録していますので、オンライン会議を行う際にもこのような感じで音声が相手に届くことになります。ご参考にしてください。はい、いかがでしたでしょうか。やっぱりツアープロプラスの方が結構はっきり聞こえますし、クリアに聞こえたんじゃないでしょうか。クラブプロプラスの方はちょっとこもってますし、こちらもあんまり悪いっていうわけではないんですけども、比べると結構1段階2段階ツアープロプラスの方が良くなっていると思います。テレワーク中のオンライン会議の時とか、あとオンライン授業で発言しなきゃいけない時なんかだとツアープロプラスの方がやっぱり有利かなと思います。イヤホンをしたままだと通話がいまいちだっていうので、通話をする時だけイヤホンを外してとかやるのはやっぱめんどくさいので、そのまま通話しても音がいいっていうのはとてもいいポイントですね。そしてツアープロプラスの方が良かったと思う点の4つ目は装着感がかなり良くなったと思っています。クラブプロプラスもそんなに装着感が悪かったわけではないんですけども、このように並べてみると、ノズルの角度も違いますし、クラブプロプラスの方が長いことがわかると思います。やっぱりクラブプロプラスの方が耳の奥にブスって刺さる感じで結構奥の方まで行っちゃったんですけども、こちらのツアープロプラスの方が軽い装着感で全然耳が痛くなるとか結構耳の奥まで入っちゃうって感じがなくて、かなり快適でした。長時間つけていても痛くならないなという感じの装着感ですね。そのため先ほどスペックの部分で簡単にご紹介しましたけども、サイレントナウとかマイアラームという寝ながらノイキャンを使って快適に眠ってくださいねという機能を使う時
時でも耳が痛くなっちゃって目が覚めちゃうとか、そういうこともないんじゃないかなと思います。で軽めで、耳の割と浅い位置で装着するんですけども、全然頭を振ったりとか走ったりとかしても外れる感じではないので、十分運動にも耐えられますし、これだけ軽い装着感で運動にも耐えられるんだったら全然いいんじゃないかなと思っています。軽めの装着感よりもしっかりと耳の奥に入ってフィットしてほしいっていう方は全然クラブプロプラスでもいいんですけども、あんまりカナル型のイヤホンが好きじゃないって方はツアープロプラスの方が違和感はないかなと思います。ツアープロプラスの方が良かった点の5つ目、最後は音質ですね。音質がね、一番最後に持ってきちゃうのはどうかなっていうのもあるんですけども、音質はクラブプロプラスもとても良かったので、そんなに劇的に良くなっているっていう感じではないんですよね。ただクラブプロプラスは結構低音に良くも悪くも頼っているというか、そういう感じの音質になっていますので、クラブという名前の通りなのか、激しめロックとかクラブサウンドみたいなやっぱ低音をとにかく強く出してノリよく聴く曲なんかがとても合うなっていう感じだったんですけども、それに加えてツアープロプラスはさらに音場の広さみたいなのだったりとか高音域の綺麗さなんかが増して、いろんな曲に合うイヤホンになっているなという印象があります。ツアープロプラスがそんなに全然悪いってわけじゃなくて、クラブプロプラスが元からレベルが高かったのでめちゃくちゃ大きな違いという感じはしないんですけども、ツアープロプラスはさらに音質が良くなっているなという感じはしています。そのためロックからポップスから、バラードから何でもいろんな曲を聴きたいって方はツアープロプラスのがとても合っていると思いますね。はい、ここからはツアープロプラスを1週間使ってみて気になった部分についてご紹介していきたいと思います。まず1つ目なんですけども、こちら購入した方で結構戸惑っている方もいるんじゃないかなと思った点が、結構イヤホンケースにイヤホンを収納したと思っていてもうまく収納できてなくて、スマホとの接続が切れてなくて充電もされていないっていう時がありました。例えばこんな感じで今ツアープロプラスと接続されていますけども、こちらをイヤホンに戻します。結構こんな感じでイヤホンケースにしまえたように見えるんですけども、こうやってイヤホンケースを閉じてもこれ今つながったまんまなんですよね。イヤホンケースを閉じて、本来だったらスマホとイヤホンの接続は切れるはずなんですけども、こんな感じでまだつながったままになっています。こんな感じになっちゃってて、最初なんだろうなと思ったんですけども、なんかバグか不具合かなと思ったんですけども、これ私のしまい方がまずかったようで、これ今左側はちゃんとはまってるんですけど、右側ははまってるように見えて実ははまってないんですよね。磁石もくっついてるんですけども、これだと充電もできてないしちゃんとはまってないんですよね。これ角度が悪いみたいで、ちゃんとはめてあげるとこんな感じでインジケーターが光って、これで充電されているということになります。でこれでちゃんとはまっていればイヤホンケースを閉じると接続が解除されて今何もつながっていない状態になるんですけども、こんな感じで耳から取り出してなんかそのまま入れると、なんか私の場合だとうまくはまんなくて、ちゃんとカチッてはめてあげなきゃいけないというのがありました。ツアープロプラスってこんな風に乗っかってるような感じなので、ちょっとずれててもこんな感じですね。イヤホンはくっついてるんですよね。磁石でくっついててうまくはまってないということになってます。でちゃんとはめるとこんな感じですね。これが最初なんでかなと思ってイヤホンを充電ケースにしまったのに電源が切れないということでちょっと戸惑ったんですけども、こういうことがあります。ですので購入された方はちゃんとイヤホンをしまったらインジケーターが光るかっていうのを見とくといいと思います。今は何もならずに普通にしまえちゃったんですけども、なんかタイミングによってはすごいアラーム音みたいなのが鳴ってすごくうるさかったりするので、それも注意が必要です。こんな感じの大きい音が鳴って外でやるとかなり恥ずかしいので、ちゃんとしまっておくと、ちゃんとインジケーターが光ったことを確認してから蓋を閉めるということをした方がいいです。ちょっと今みたいな音はならないでほしいですけどね、かなりちょっとうるさいので、警告のつもりで出してくれてるのかもしれないですけど、これはちょっと嫌だなと思いました。はい。で、ツアープロプラスの気になった点の2つ目なんですけども、こちらですね、フラッグシップモデルの完全ワイヤレスイヤホンなんですけども、aptX 以上の高品質コーデックには対応していないという部分ですね。こちらはですね、aptX とか LDAC なんかの高品質コーデックに対応しようとすると、チップから見直さなきゃいけなくて、結局高くなってしまうので SBC と AAC にしていると。コーデックを気にするよりもドライバーをしっかり作り込んだ方がいい音が出せるということで SBC と AAC にしか対応していないということなんですけども、個人的にはやっぱりたくさんの完全ワイヤレスイヤホンを使ってレビューしていってるっていうのもあるせいか、今だとやっぱフラッグシップモデルっていうと aptX アダプティブとか LDAC に対応しているモデルが多いので、その辺にも対応してほしかったなっていうのはありますけども、
ちらは SBC と AAC のみの対応となっています。で、最後の気になった点なんですけども、イヤホン本体で必要な全ての操作を行うことができないというものがあります。こちら先ほどもご紹介した通り、イヤホン本体表面のタッチセンサーで操作を行うんですけども、必要な操作ですね。具体的に言うと、音楽の再生一時停止、次の曲、前の曲、音量の上げ下げ、そしてノイキャンや外音取り込みを切り替え、さらに音声アシスタント、こちらが全ての動作がイヤホン本体で対応できないということになっています。デフォルトの設定だと左耳でノイキャンや外音取り込みを切り替えなどができて、右耳で再生一時停止や次の曲、前の曲などの再生コントロールができるんですけども、音量の上げ下げはスマホ本体でやらなきゃいけないということになっています。こちらはクラブプロプラスからも同じだったんですけども、この辺も改善されて全ての動作がイヤホン本体でできるといいかなと思ったんですけども、それはできないということになっていますね。これに代わる機能なのかはわからないんですが、最初にご紹介した通り、今イヤホンをつけたまま言葉で Alexa とか OK、Google って言ってイヤホンを操作するっていう方法はできるので、そちらで対応すれば、できるっちゃできるんですけども、やっぱり人前でいきなり OK、Google とかいうのはちょっと日本だとこっぱずかしいなっていうのがあると思うので、イヤホン本体で操作できるとより良かったかなと思っています。はい、ということで今回は JBL ツアープロプラストゥルーワイヤレスを10日間使ってみて、前作のクラブプロプラスと比べて良かった点とか、あと気になった点なんかをご紹介してきました。やっぱり基本的にこの2つを比べるとツアープロプラスのがレベルが高いなっていう点ばかりなんですけども、ファーストインプレッションレビューの時にもご紹介した通り、この2つで劇的にツアープロプラスのが良くなっているかというと、個人的にはそこまでじゃないかなと思っています。ですので今クラブプロプラスを持っていて、ツアープロプラスに買い替えるかどうかって悩んでいる方はまだ買い替える必要はないんじゃないかなと思っていますね。ただどうしても装着感の部分で気になるとか、タッチしてしまってそれがストレスだっていう方にとってはとてもいいかなとは思います。これから新しく買うんだったらどっちがいいかっていう話なんですけども、現状だと4000円ちょっとクラブプロプラスの方が安いということで、4000円ちょっとの差だったら私はツアープロプラスのが所有欲を満たされてとてもいいんじゃないかなと思っています。これがもうちょっと差があって6000円以上差が離れるとかになってくると、クラブプロプラスいいんじゃないかなって結構思うんですけども、4000円ぐらいの差だったらツアープロプラスのがおすすめできるかなとは思っています。今後クラブプロプラスが廃盤になるのかそのまま売られ続けるのかわからないんで、もしクラブプロプラスを狙っている方は早めに購入した方がいいかなと思うんですけども、今新品でどちらか並んでるっていう方だったら個人的にはツアープロプラスのが気持ちよく使えるんじゃないかなと思います。やっぱ JBL っていうのはオーディオメーカーとしての歴史が長いので、クラブプロプラスにしてもツアープロプラスにしてもどちらも完成度が高くてとてもいいモデルになっているので、気になる方はチェックしてみてください。ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。2021年の10月は注目の完全ワイヤレスイヤホンの発売ラッシュになっていまして、ジャブラのエリート7 Pro とかテクニクスの AZ60 とかデノンの初めての完全ワイヤレスイヤホンとか、この辺もこのチャンネルではレビューしていきたいと思っていますので、気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それから私はブログもやっていまして、完全ワイヤレスイヤホンのレビュー記事や比較記事をアップしていますので、時間がある時にそちらも見ていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。